こいつはヘビーだぜ。どうも、ワンピースの謎解く仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ロキの能力の考察、その追加要素です。前回の手抜き動画が不評だったので、今回はガチ考察でいきます。まず、こちらの動画で、すでにロキの能力とは、世界ヘビ、ヨルムンガンドだろうと考えました。まだ見てない人は先によかったら見てみてください。今回はさらにその考察を固めていく追加要素を考えます。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ロキの能力というよりもエルバフ編を考えるポイントは1126話です。なぜならワンピースではショーの始まりに伏線を張る傾向があるからです。例えばワノ国の始まりで恋の滝登りが登場しましたが、ワノ国のボスカイドウの正体はウオウオの実清流でした。これは恋は滝を登ると竜になるということわざが伏線だったようです。またワノ国に上陸したルフィはカニで目覚めて、ワノ国の終盤でニカになっています。またエッグヘッド序盤ではベアバンクリリスと出会い、そして最後にはそのリリスだけが一人ルフィサイドに残ったベアバンクとなっています。そんなリリスのセリフは、わしは死がない天才科学者じゃ。これはもちろん死がない天才科学者の伏線です。ベアバンクはある意味で死んでおらず、今も上空にいます。さらにリリスは生物の欲はコントロールできないと言っていましたが、本当にベアバンク欲はコントロール不能でした。そのように考えるとエルバフの序盤にももちろん伏線が張られている可能性が高いわけです。それを今回読み解いていきましょう。エルバフ編の始まりは1126話です。1126話では追い元カーシーがルフィとの再会を喜び、そこではドリーとブロギーの決闘の話をしていますが、2人は最終的に武器も持たずに戦っていたといい、ドリーとブロギーは訳あって折れた、そのように言っています。その訳とはもちろん巨大金魚島食いへの破国です。この時のドリーとブロギーのセリフはこうです。我らに突き通せるものは血に染まる蛇の実よ。これがまず第一の伏線ではないでしょうか。そう、すでに考えたようにこれこそがエルバフに伝わる伝説の悪魔の実、ロキが食べたという世界蛇原獣種ヨルムンガンドの可能性。蛇の悪魔の実を食べてロキは伸縮する体を手に入れた。それを太陽の神ニカだと思っているのか。そんなドリとブロギーがエルバフに帰ったのは武器を取りに帰っただけで、まだ決闘をやるつもりだそうです。これが第2の伏線かもしれません。週刊少年ジャンプ2024年50号の世界経済新聞にはまだ明かされていない要素が掲載されていました。その見出しはエルバフでトラブル発生中、鍵は王の子ハイルディン。そこにはロキとハイルディンで何らかの事件が発生しているという。ロキとハイルディンはおそらく腹違いの兄弟でしょう。つまりドリーとブロギーのようにロキとハイルディンはもしかするとエルバフの王位を争って決闘をする可能性です。もしくはハイルディンの代わりにルフィがロキと決闘をするのか。とにかくエルバフでは決闘が行われるかもしれません。そして1126話といえばやはり幻覚を引き起こすお酒、緑の妖精アブさんでしょう。これが第3の伏線かもしれません。エルバフに突然上陸したのはこのお酒の幻覚だと考える人もいましたが、正解はエルバフ近海にある眠り地帯という催眠を引き起こす海域のせいでしたが、しかしまだアブさんの要素は使われる可能性があります。それは例えばヘビです。アブさんとはニガヨモギが原料のお酒ですが、このニガヨモギは英語でワームウッドと言います。その語源の由来はワーム、蛇の伝説から来ている。神々の楽園から追放された蛇が張った後から生えてくる植物、それがワームウッド、ニガヨモギだそうです。ロキはまさにエルバフの楽園から追放された男ですから、ロキがもしも蛇の能力者ならアブさんが伏線になるわけです。次に第4の伏線はやはりバルトロメオとシャンクスです。シャンクスたちに捕まったバルトロメオはルフィを暗殺しろと嘘の毒薬を渡されて、バルトロメオは人格や器を試されていましたが、エルバフでシャンクスといえばやはりロキです。ロキは最近シャンクスと会ったと言いますが、シャンクスはもしかするとバルトロメオの器を試したようにロキの器も試したのではないでしょうか。それはすでにこのように考えました。こちらです。つまり太陽の神ニカはルフィを選んだ。それこそがルフィの運命なのでしょうか。はい、この考察は後にゾーン系の悪魔の実には意志が宿っていると判明しているので的中しています。ニカはルフィを選びました。ただしこの時点ではまだシャンクスはゴムゴムの実イコール太陽の神ニカだとは完全には考えてはいない。疑心暗鬼の状態でしょう。
ニカは800年間も隠蔽されてきましたから当然です。それから時が流れてシャンクスはワノ国近海でルフィが変身した姿を確認します。それが太陽の神ニカか。その姿を確認したシャンクスはいよいよロジャーが言っていた夜明けの時が迫っていると確信したでしょう。するとシャンクスはエルバフにも伝わっている太陽の神を念のため確認しに行ったのではないでしょうか。それがシャンクスがロキに会った理由。ロキと話したシャンクスは、お前が太陽の神なのか？そのようにロキに質問すると、そうだ、俺を解放したらその力を見せてやろう。ロキがそう言うとシャンクスは、いや、いい。器が小さいロキの人間性を見極めたシャンクスは、おそらくロキは太陽の神ニカには選ばれてないと確信したでしょう。はい、シャンクスは太陽の神ニカがロキを選んだのかどうか、その器を試しに来たと考えました。もしもそうであればバルトロメオとつながるわけです。そんなバルトロメオがもしもロキのヒントキャラだった場合、もしかするとロキは太陽の神ニカの熱狂的な信者である可能性がかすかにある。ニカ様。ちなみに1126話のガープもロキとリンクしています。ガープは1126話でロキのように鎖で拘束されていました。ガープを捕らえたクザンはみんなでやっと捕らえたと言います。これは逃げようとしたロキを捕らえた巨人たちも同じことを言っていました。以上が1126話に貼られているかもしれないロキイコールヨルムンガンド説の追加要素です。次に呪いについても考えましょう。ロキの異名は呪われた王子です。ロキの何が呪われているというのかいまいちわかりませんが、例えば前回の動画で触れたようにロキが仮に盲目だった場合、目が見えないことに対して呪われてしまったと形容している可能性がある。とにかくロキは呪われた王子ですが、ワンピースにおいて呪いと蛇はセットです。例えば所有者を不幸にするという妖刀鬼鉄は呪いと言われていましたが、一本松の呪いのイメージが蛇でした。またジャヤで太陽の神だと呼ばれていた上バビカシガミをノーランドが殺すと人々は呪われると恐れていました。そしてすでに考えたようにアマゾンリリーでもゴルゴンの呪いと呼ばれる蛇の呪いが語られていました。またパンカーザードではモチャが薬によって恐ろしい蛇の幻覚を見ていました。鬼ヶ島では蛇のスマイルたちがロビンに幻覚を見せていました。ヤマタノオロチの悪魔の実をもらった黒ずみオロチは日暮から黒ずみ家の呪いを受け継いでいました。そんな蛇は英語でスネーク、その別の意味には嘘つきという意味があります。ロキは嘘つきなのか。さらにロキの懸賞金は26億ベリーでしたが、その26億の語呂合わせはもしかするとズル。北欧神話ではズル賢く狡猾な神と言われているロキにぴったりの懸賞金の語呂合わせです。ちなみにズル26話はキャプテンクロの一系、ずる賢い黒のお嬢様暗殺計画でした。そんなロキが登場したのは1130話でしたが、1130話をひっくり返すと311話ラフゲーム。そこでは世にも珍しい土壌の魚人と巨人のハーフビッグパンが大活躍。土壌って蛇みたい。以上です。太陽の神ニカを食べたというロキは果たして本当は蛇なのか何なのか、それはもしかするとロキの目が開いた時にわかるというのでしょうか。ニカ、皆さんはどう思いましたか。ありがとうございました。チャンネル登録してね。謎を解く鍵はより一体語呂合わせ、最強を数の理論に滑り倒すダジャレと音痴な私の考察には敵が多すぎる。謎を解くゆでろ一緒に最後まで釈迦じゃないよ。